最悪。リッチバック高校の最終学年がこれ以上ない良い幕開けだったわけないよね。絶対に。すべてが順調で完璧ですらあった。私は普段よりドジじゃなかった。だって空気でつまずくことすら一度もなかったんだから。私にしては大した進歩だよ。まあ、今まではね。私は恐怖の面持ちでメラニーを見つめた。彼女の全身が今や私のオレンジジュースでびしょ濡れだ。どうやってあの意味踊りじしいジュースのパックが私の手から飛び出して、彼女の頭に着地し、頭からつま先までびしょびしょにしたのか私にもわからない。食堂全体が静まり返り、みんなが今から始まるドラマを期待して私たちを見つめていた。こいつら、マジで人生に何か夢中になるものが必要だわ。権力欲に取りつかれた女王サマビッチのメラニーが私を睨みつけている。彼女は歯をむき出していった。このクソったれの女。どういうわけか、運命が私のジュースでお風呂に入ることになったのが、アマンダじゃなくてメラニーでよかったと思った。自称リッチバック高校の女王蜂、アマンダは私が知っている誰よりも狂っている。メラニーが私に飛びかかろうとする前に、2本の手が彼女のウエストをつかみ、彼女を私から引き離した。ドリューは必死でメラニーが私を引っかこうとするのを止めようとしてくれて、そのことには感謝していた。あんなに長い爪で確実に私の皮膚を引き剥がせただろう。ドリューはメラニーの彼氏だった。彼が彼女のどこに惹かれたのか私には理解できなかったけど、彼は私の親友ナタリーの兄でもあった。ドリューと私は小さい頃から知り合いだったけど、特に親しいわけじゃなかった。ただ、いくつか同じ授業を取っていただけだ。いいえ、彼のことは好きじゃない。確かに彼はハニー色の目に黒髪、両方にエクボの可愛い顔をしていたけど、私のタイプじゃなかった。メラニーはずっとやりまんだったけど、18歳の誕生日を過ぎて、ちょうどドリューと付き合い始めてから変わった。それは7ヶ月前で、彼女はなぜか生き方を変えたんだ。まるで、やり尽くしたから今度は落ち着こうって決めたみたいに。そして、相手は物静かで魅力的なドリューに決めた。何が彼女を変えたのか、私はまだわからない。私の記憶が確かなら、メラニーは私や私の親友たちにずっと意地悪をしてきた。三重視って呼ばないでよ。それだけは勘弁。ここで何が起こっているんだ？ああ。パワーズ校長だ。この人はいつも完璧なタイミングで現れる。まるで進行中のティーンのドラマを探知するレーダーを持っているみたいだ。なあ、メラニー、落ち着けよ。ドリューがメラニーの耳元で甘い声をかけた。落ち着け？このビッチがわざと私をびしょ濡れにしたってのに、どうやって落ち着けって言うのよ。彼女は磨き上げられた爪で私を指さしながら、うなり声を上げた。言葉遣いだ、シンプソンさん。パワーズ校長はメラニーを睨みつけた。第一章。ねえメラニー。彼女がわざとしたんじゃないってことは確かだよ。ドリューは状況を鎮めようとした。メラニーはドリューの腕から抜け出そうともがいた。お前を殺してやる。彼女は泣き叫んだ。話してよ、ドリュー。みんなが携帯を出してこの場面を録画していて、昼食時間が終わるまでにはすべての SNS に投稿されるのは確実だった。私が注目を浴びるのが嫌いだって言ったっけ？それに困った時に親友はどこにいるんだ？ドリューはメラニーをしっかり抱きしめ、彼女の耳に何か囁いた。彼女は身体を硬直させ、頬をあからめた。彼の腕の中でぐったりとし、彼にも垂れかかった。ドリューがメラニーにそんな力を持っているなんて知らなかった。彼は一体何て言ったんだろう？メラニー・シンプソンさん、ここで何が起こったのか説明してくれませんか？パワーズ校長は食堂の入り口から私たちのそばに移動していた。
パワーズ校長、ザラがわざと私にオレンジジュースをかけたんです。彼女の告発にはもううんざりだ。あのね、メラニー。もし私がわざとやったんだったら、私のオレンジジュースなんか使わないわよ。食堂にはもっと気持ち悪いものもあるんだから。私は鼻で笑った。すると、食堂のあちこちで囁き声が起こった。このビッチがメラニーがうなり声を上げ、また私に飛びかかろうとした。口の利き方に気をつけた方がいいぞ、シンプソンさん。君はまだ学校にいるんだ。パワーズ校長が言った。生理なの？そりゃあいい反撃じゃないな。私はクスクス笑った。普段の私はこんな風に言い返したりしないのに、何が私に取り付いたんだろう。それも校長の目の前で。他の生徒たちの表情から判断すると、彼らも同じことを考えていた。メラニーですら驚いているようだった。お嬢さんたち、もういい。パワーズ校長はため息をついた。ドリュージェンセン君、君の彼女を連れて行き、乾いた服に着替えさせることを提案する。そして君、ザラヘミングさんは、君が作った散らかり物を掃除しなさい。私が作った散らかり物を掃除？それならできると思う。オレンジジュースはほんの少しだけだし、簡単に拭き取れる。校長と口論して停学になるよりは、従った方がましだ。はい、パワーズ校長。私はしぶしぶ承諾した。よし。パワーズ校長は私たち二人に鋭い視線を向けると、食堂から出て行った。メラニーは私に薄笑いを浮かべ、トレイを拾い上げ、それを床に落とした。あら、私の散らかり物も掃除しなきゃいけなくなっちゃったね。彼女は甘ったるく不快な声で私を嘲笑った。彼女の取り巻き全員がテーブルから立ち上がり、一人ずつ全員が自分の皿を落として笑った。わあ、団結ってやつか。ドリューは申し訳なさそうに私を見て、メラニーを引きずり去った。メラニーは、私に言いたいことがまだ山ほどあったに違いない。彼女のチアリーダーの取り巻きたちが、お尻をかろうじて隠す短いスカートで腰をくねらせながら食堂から出て行った。ちょうどその時、昼食時間の終わりを告げるベルが鳴った。私は拳を握りしめた。彼らがあんなことをするなんて信じられなかった。私は気弱な人間じゃないけど、食堂はもう空っぽだし、子供みたいにパワーズ校長に泣きついても何の得にもならないと思う。私はため息をつき、こめかみを揉んだ。ナタリーとサマンサを殺してやる。私を一人にして遅刻して停学になるなんて。みんなはもう次の授業のためにロッカーに向かっているだろうに、私と来たら、どうやら私が作った散らかり物を掃除しなきゃいけない。メラニーと彼女のフォロワーが作った散らかり物はそのままにしておくこともできたけど、彼女たちにさらに悪く思われる理由を与えて、停学になるのはごめんだった。私はため息をついて食堂を出た。次に行きたい授業には向かわず、清掃用具クローゼットの方へ歩いて行った。あの有名な清掃用具クローゼット。学校のやりちんの半分がそこで童貞を失った場所だ。実際にクローゼットの中からうめき声と喘ぎ声が聞こえてきた。まったく、ついてない。驚きはしないね。あのクローゼットの中のすべての表面を殺菌消毒すべきだよ。毎日あの備品に触れなきゃいけない用務員さんがかわいそうだ。私は急いで授業に行きたかった。まあ、残っている分だけど、そして、誰の小作りを邪魔しようと、もうどうでもよかった。深く息を吸い込んだ後、私はノブを回してドアを開けた。中には、ハーパー・ケインが今週、あるいは今日、この時間の女の子とやりまくっているところだった。ハーパー・ケイン。学校の鼻持ちならないくらいイケメンなやりちん。緑色の目、柔らかい茶色の髪、身長6フィート3インチ、約190センチメートルで、
彼はすべての女の子の憧れだ。唯一の問題は、彼が自分がどれだけイケてるか分かっていて、それをフルに利用していることだ。ここの女子のほぼ80が彼に処女を奪われた。なんて陳腐なんだ、一人の女の子に落ち着かない悪ガキで、すべてのやりまんと女の子の心を傷つけ、それでもまだ女の子たちが彼に恋焦がれているなんて。この調子でいけば、彼はやる女の子がいなくなるんじゃないかと思う。でもまあ、ここからそんなに遠くないところにもう一つの高校があるから、彼はそのことについてはあまり心配していないだろう。ああ、それと私は彼が大嫌い。驚き。もし彼がもう少し女の子を尊重して、クソのように扱わなければいいのに。2年前、彼は私の姉、当時高校最後の年と寝た。私たちは2年生だった。彼はセックスした翌朝、せめてとどまるだけの礼儀すらなかった。どうやって先輩とやれたんだ？どうやら、威張ったケインにとっては何も不可能じゃないらしい。ハーパーはドアに鍵をかける礼儀すらなく、彼らは私に気づきすらしなかった。つまり、こんにちは、人々はドアを開けてポルノの生中継を見たいわけじゃないんだよ。今週の被害者は、マリア・ウィルソンだった。彼女はお嬢様で真面目なオタクのはずだった。繰り返すけど、誰かを批判しているわけじゃない。ただ、見たままを言っているだけだ。ハーパーの魅力に終わりはないのか。どうやらないらしい。彼の身体は芸術作品だった。ただ、彼のエゴが大きすぎなければね。彼の身体は細身で筋肉質で、まるでずっとウェイトトレーニングをして遊んでいるみたいだった。腹筋も割れていた。彼はステロイドをやってるのか？つまり、17歳の男子があんなに彫刻のような体を持てるものなのか？彼のチンポはまだ彼女の中にあって、彼はあまり優しくない強さで腰を揺らしていた。マリアは喜びで泣き叫び、喘ぎ声を上げていた。彼女の背中は反り返り、目は閉じられていた。彼は彼女のお尻を強く握りしめていて、確実に彼の手形が残るだろうと思った。もう一方の手は彼女の腰を支えていた。彼の腹筋は一つ一つの突きに力が入っていた。私はマリアのお尻側を丸々見ることになり、それは一生忘れられない光景になった。文字通り一生の傷だ。一瞬、私がなぜここにいるのか忘れて、ハーパーの腕を彼が私の中にいて筋肉が膨らんだ時に掴むのはどんな感じだろうか、と想像してしまった。そして私は快感でうめいた。待て、何？私は頭を振ってそんな考えを振り払った。この裏切り者のやり者ホルモンをコントロールしなきゃ。彼は彼女の胸を吸った。まるでそこから神々の飲み物がにじみ出るかのように。彼はすでにピンクになっていた乳首を噛み、彼女はとても大きな声でうめいた。その音でみんなが教室から飛び出して音の源を確かめるんじゃないかと心配した。めっちゃ気まずい。私は咳払いをしたが、反応はなかった。彼らはまだウサギのようにやり続けていた。気持ち悪い。もっと強く咳払いをした。ハーパーは片目を開けて私を見た。まだ彼女の乳首から離そうとしなかった。彼は眉を上げたが、突きを止めなかった。なんてこった。掃除用具をちょっと探してたんだけど。彼はやめず、代わりにマリアを掴んで彼女の足を自分の腰に巻きつけた。はあ？マリアはまだ自分の私服の中にいた。彼女は昼食時間が終わって授業に行かなきゃいけないことすら知らないと思う。彼女の乳首から離れると、彼はうなり声を上げ、私を見た。何をクソ待ってるんだ？必要なものを持っていけ。そして彼女のもう一方のおっぱいを吸うのに戻った。最高だ。マジでクソ最高だ。
私はおずおずとすでに狭苦しいクローゼットに入り、食堂の床を掃除するのに必要なものを何でも掴んだ。彼らは一度も止めず、私は何度も彼らにぶつかった。ハーパー・ケインと同じ部屋にいただけで性病に感染したんじゃないかと思った。私はできるだけハーパー・ケイン組から距離を取りながら、すべての用具を集めた。早く出てけよ。それとクソドアを閉めろ。ハーパーがうなった。わあ、ハーパーはこれ以上ないバカだ。もし私が度肝を抜かれていなかったら、もっと気の利いた反論をしたかもしれない。代わりに、私はただ掃除用具をつかみ、いまいましいドアを閉めた。可能なら、マリアの喘ぎ声はさらに大きくなった。一体どうしてまだ誰にも聞こえていないんだ？もしマリアの喘ぎ声が何かの結論を導く手がかりなら、彼が女の子たちをほったらかしにした後でも、なぜ彼女たちがまだ彼に恋焦がれるのか、その理由を今や私は理解した気がした。私は自分の考えにぞっとした。ギリシャの神のように見え、そしてやり方もギリシャの神みたいな男。ああ、食堂よ、ただいま。